この動画は日本ペイントの提供でお送りします。今回はこのジムニーの内装をかっこよくカスタムしていきたいと思います。前にね、シートカバーつけたりとか、内装を塗装したりとかして、黒で統一させてかっこよくはなってるんですけど、ちょっとのっぺりしてるというか、アクセントが欲しいなと思ったんで、メリハリのある内装にしていきたいと思います。おはようございます。寝ても覚めても塗装が大好き俊也です。で、今回つけていく部品はこちら、解体屋さんから仕入れてきた中古部品です。ほとんどが、この車のじゃない部品で、他の車からね取ってきました。ドアノブとかレギュレーターハンドルとか、あとアシストグリップとか、この車の部品じゃないんでどこまでうまいことつけれるかわからないんですけど、頑張ってこれをこのジムニーにインストールしていきたいと思います。それじゃあドアから作業やっていきます。ちょっとこのドアね、ドアノブのところとかプラスチックの部品が劣化してなんか古臭い感じになっちゃってるんで、これをメッキのドアノブに交換していきます。これダイハツのミラジーノのドアノブですね。取り付け方法がねちょっと違うんで、ポン付けというわけにはいかないと思うんですけど、大きさ的になんかつきそうな感じがしたんで、これつけれるかどうか試してみたいと思います。こうだな。うら、シンデレラフィットぴったりじゃないですか形状ぴったりです。ぴったりはまります。裏側はこんな感じです。ちょっとこの辺当たっちゃってるんで、この辺削ってあげればはまりそうですね。純正のドアノブはドアパネルの方に固定されています。新しいドアノブもドアパネルに固定できるのか確認していきます。こういう感じか。固定用の穴、ネジ穴ここに開けてあげて、でここね、鉄板に引っかかるような爪がついてるんで、ここに穴開けてあげて、ちょっと加工してあげればつけれそうな感じがします。いけるね。固定用の穴を開けていきます。鉄板の強度を上げるためにリブをつけておきます。これがこうついて、よいしょ。で、この穴に爪が引っかかります。よいしょ。こういう感じですね。右側についてるスプリング、鉄板に干渉してるんですけど、本来必要ないものなので外してしまえば干渉しなくなります。錆止めに色塗ってこんな感じになりました。おお、はまった。よし。あとはネジでちゃんと固定すれば大丈夫ですね。ぴったり。そしてレギュレーターハンドル、窓を開け下げするくるくるハンドルね。これダイハツのハイゼットのレギュレーターハンドルをつけていきます。ほとんど変わんないんですけど、こんな感じで若干形状違います。で、なんでこれ選んだかっていうと、これメッキのねシール、これをつけれるようにと思ってこっちに変えたいと思います。で、たまたまここのスプラインの形状とか軸の太さとか留め金のクリップとか同じだったんで、問題なくそのままポン付けでつけるそうです。よいしょ。わあ、ピカピカ、綺麗。ペタッとな。こっちにもペタッと。よし、 OK。
おー、かっこよくなった。そして仕上げにドアロックのノブ、これもメッキのをつけていきたいと思います。これは JB23 ジムニーですねのやつをつけていきたいと思います。これは同じジムニーのだから問題なくつけれそうですね。ただねじ込むだけです。問題なさそうですね。かっこいいドアハンドルになりました。開け閉めも全然違和感ないし、言われないと多分わからないんじゃないかな。そのぐらい純正ドノーマルみたいな感じで仕上がっております。そしてメッキハンドル、これはねアルミの削り出しのやつとかが売ってたりするんですけど、夏は暑くて冬は冷たくてちょっと使うのが嫌になりそうだったんで、あえて樹脂製のくるくるハンドルにこだわってみました。問題なく使用できます。かっこいいですね。やっぱりメッキが入ると内装かっこよくなりますね。よしよし。そしたら次はアシストグリップつけていきたいと思います。ここのフロントのピラーのところにこんな感じでつけようかなと思ってます。かみさんが乗り降りするときにちょっと高くて乗り降りしにくいっていうんで、あと子供たちもちょっと乗り降りしにくいっていうから、ここにこういうグリップつけて乗り降りしやすいようにやっていきたいと思います。これスズキのキャリー軽トラックのアシストグリップです。ただ実はジムニーもここにねもともと純正で設定があるんですよ。でそれと同じ部品番号、全く同じ部品なんで、これはねそのままポン付けができそうです。ネジ穴開けてつけれるようにしてあげれば大丈夫そうな感じですね。下よりかは上の方がいいかな。あんまり下にするとドアミラー見えにくくなっちゃうから、ちょっと上目でつけておきたいと思います。大体の取り付け位置を決めて裏側から穴開けしていきます。穴を開けていきます。固定するためにナッター入れていきます。バッチリ。密着プライマースプレータイプ。色塗っていきます。塗装しているのは二液のウレタン艶消し塗装です。上手に塗れました。このピラーと内張りの間がね隙間が空いちゃうんで、ここにスペーサーアルミの 15mm のやつを入れていきます。スペーサーにブチルゴム貼っつけて、こっちのカバーの方にペタッとくっつけちゃいます。オッケー、がっちりついてます。スペーサー入れたからね内張りもへこんでないしバッチリですね。大丈夫だね。でもう一つやりたいことがあってですね、ここのメーターのカバー、インパネですね、メーターカバーとか、あとここのダッシュボードのトレイのこの蓋とか、今現状ねこういう感じでグレーな感じなんですけど、ダッシュボードの色と
全体的にね、統一はされてるんですけど、逆にちょっとのっぺりしすぎてる感じがして、もうちょっとメリハリが欲しいんで、これを黒く塗装していきたいと思います。よいしょ、取れました。細かい部品まで全部外し終わりました。こんな感じでございます。で、あと塗装なんですけど、これのね、表面には、脂肪加工って言って、こうブツブツとしたこういう加工がされています。で、今回これを、ピアノブラックに塗装しようと思ってるんで、真っ黒のツルツルピカピカにしようと思ってるんで、このね、表面の脂肪模様を全部削り落として作業をやっていきたいと思います。ということで、240番のペーパーを使って、表面をね削り落としてツルッツルに仕上げていきたいと思います。研ぎが終わりました。400番までペーパー当てて目をね細かくしてつるっと表面仕上げてあります。裏側はマスキングもしてあります。こっちはこんな感じ。そしたら脱脂をして密着プライマー。 PP 塗料の食いつき悪いからこれ入れていきます。このプライマー1回塗りでしっかりと塗装の膜ができるんで、塗装の工程が簡略化できます。それでいて弾いたりとか流れてしまったりとかもしないからすごく使いやすいです。ちなみに今回のこの撮影で使うのは2回目です。そう、前回はサブチャンネルでプラスチックパーツの塗装をやってました。プライマーが乾いたらサフェーサーを入れていきます。塗装して一晩経過しました。今赤外線で乾燥中です。仕上がりはこんな感じ。いいですね。脂肪模様もなくなってつるっとしています。ひび割れとかもないし、縮れてきたりとかもないし、プライマーとサフェーサーの相性が悪いとね縮れてきたりするやつもあったりするんですけど、これは問題なさそうですね。塗っていく色は Z ブラックです。トヨタの202ブラックと同じ色です。真っ黒。恒例の掛け声いきたいと思います。それでは皆さんご一緒に塗装タイムいってみよう。一緒に言ってくれた方ありがとうございます。とりあえずソリッドの黒なんで、色の決まりもいいし、サクッと色塗って、そしてクリアを塗っていきます。もうこの映像はクリア最後の決めの映像ですね。できるだけ肌を作らないようにのぺーっとペタッとクリアを塗っていきます。塗り上がりはこんな感じ。ボディ塗る時に比べて肌のボツボツ感とかが少ないのが伝わりますかね。一応ピアノブラックということで鏡面塗装みたいな感じに仕上げるのが目標なんで、極力表面は平らになるように塗装しています。乾いたらピカピカになるようにポリッシャーで磨いていきます。できた。
ぬるぬるテカテカ。もうちょっとアップにします。こんな感じで鏡みたいだね。ピカピカよいしょ。傷入れないように気をつけなきゃね。そんでこれつけてきます。アルミの削り出し、メーターとエアコンの吹き出し口用のリング、これつけます。よいしょ。おお、いいアクセントになるじゃん。完成。えぐいほどかっこいいんですけど、やば。案外ジムニーにもこういうラグジュアリー系な感じの内装似合いますね。結構キャンプやる人とかはね、ジムニーをウッド調でねカスタムしてる人とかいたりしますけど、意外とラグジュアリー系もジムニー悪くない。うちの車も高級車みたいになりました。いいね、いいね。他の人とこうキャラかぶりみたいな、内装かぶりみたいな感じにはならなそうですね。鏡面塗装だから自分がこうやって映り込んでます。これのデメリットはね、こうグローブボックスを開け閉めして、で閉める時にこの辺でこうやってね触っちゃったりとかすると、こう指紋が残っちゃうんで、それがちょっと気になっちゃいますね。こうね、ちょっと常にこう綺麗にしたくなっちゃう。それがデメリットかな。で、塗装、今回使ったプライマーですね。肉痩せしてきたりとかそういう感じもないし、全然大丈夫そうですね。1ヶ月ぐらい前、先月ですね、この内張りを塗装するのに同じプライマー使ってたんですけど、今回この内張りね、加工するのにつけたり外したり何回か繰り返して作業やってましたけど、剥がれてきたりとかもしてないし、耐久性も大丈夫そうです。そう、前回の内張りの塗装、これ密着プライマー使って塗って、動画ねサブチャンネルだったんですけど、そうサブチャンネルで塗装したんですけど、これ使って塗りました。で今回、こういう他にもね材料あるんですよってことで、缶スプレーのやつとか、あとちっちゃいタイプのプライマーとか、あとでかいやつももう一缶追加で提供いただきました。でかいものとかを塗装するのにはこうガンスプレーとか、あとローラーとかね、ハケとか使えるんで、こういうの使って塗装したり、ちっちゃいものを塗るときはこういうので、筆とかハケとかで塗装したりとか、ちょこっと塗装したいなっていうときは缶スプレーで塗ってみたりとか、いろいろ作業で使い分けできそうです。乾燥時間がね3時間乾かさなきゃいけないっていうのがちょっとネックだったりするんですけど、でも逆に塗装してから7日間以内に塗れば大丈夫な塗料なんで、今日プライマー塗って明日上塗りとか、なんだったら今日塗装して来週上塗りとか、そういうこともできるんで、段取り次第では作業の幅が増えそうです。で、詳しい使い方とか、あと何に塗れるとか、プラスチックとか FRP、メッキとかいろいろ使えるんですけど、その辺に関しては前回サブチャンネルで動画上げてますんで、ぜひそちらをご覧ください。動画のリンク概要欄に載せておきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。